今回は投稿をいつもご覧いただいているユーザー様から動画を見て初めてパレホを買ってみたけど使い方どうしてますかというメッセージをいただいたので、普段は塗装フィールドの外に隠れている僕がやっている塗料の使い方を撮ってみましたので、一つの参考にしていただければと思います。プラのスプーンを素材に白の下地塗りと初めて開封する茶色塗料を使って撮影をしてみました。まずパレットにしているのはこのタッパーです。お手製のウォーターパレットを作っています。材料は100均で揃います。タッパーに台所用のスポンジ、キッチンペーパー、そしてクッキングシートの順に重ねてタッパーの半分くらいまで水を入れておきます。塗装作業が終わったら蓋を閉めておいておけば、数日から1週間は塗料は水分を保持して再度使えるようになっています。塗装の際には塗料を使う直前、こうやってチューブを逆さに向けて待機させています。重要な顔料成分が底の方に沈殿したり分離したりしていることがあるためです。下地塗りには水を使いますので、水分補給用のパレットに出しておきます。ゲームカラーのデッドホワイトで下地を作ります。塗料はよく振ってからウォーターパレットに出します。水を含ませて今回は平筆を使って塗っていきます。下地に使う塗料ではこの他にゲームカラーのエルフィックフレッシュ、モデルカラー、ライトフレッシュなどがあります。続いて購入してきた茶色の塗料、モデルカラー、ベージュブラウンを初開封します。手が汚れないようにラジオペンチなんかを使って、一手間として初めて使う際にこの攪拌ボールを一粒投入しています。スプレーなどで振るとカチカチ音のするあのボールです。使用する際の塗料の攪拌に大活躍してくれます。あとは使い切るまでボトルはそのままです。こちらも塗装前に逆さ向けて準備をしておきます。色分け上塗りを行う際の水分はこのシタデルカラー、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使っています。色ののりが良くなって均一に塗れ、筆ムラも少なくなります。スポイトで少量でも取り出してパレットに準備をしておきます。塗料を使う際にはよく振ってから、ここから塗料をウォーターパレットに取り出して塗装をしていきます。攪拌されて必要な粘度の塗料がパレットに乗ってきました。塗装面積に合わせて出す量は配分しましょう。ラーミアンメディウムを筆に含ませて塗料を適度な薄さに希釈して色をのせていきます。筆は面相筆、極細筆、模型用のブラシなどいろいろ使いますが、塗料の使い勝手は基本的に同じです。こんな感じで薄く重ねてを心がけて塗装をしていきます。ペイントした後がこんな感じです。ということで今回は普段は撮影フィールドの外にあるパレットや塗料など、僕なりに今やっているパレホ塗料の使い方を撮影してみたご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。